日本に住んでいる外国人がいます。仕事柄、家族と一緒に日本に憧れて、など、人によって理由はありますが、どんな理由があるにしても、生活している場所は日本です。日本に住んでいる YouTuber のパオロさんが、外国人が知るべき日本のマナーについて話題にしていました。日本で暮らしていても、変なやつ、と思われないように、日本人がマナーが悪い、と思うことについて、今日は話そうと思う。日本に観光に来るのと日本に住むのとは全然違っていて、実際に住んでみると本当に違ってたって思い知ることになるんだ。だって、日本で暮らしていくことになると、面白いスポットやうまい飯を食いに行くだけじゃなくなるからね。日本に住むってことは、日本人の生活に溶け込んでいくことになる。でも、そこには、外国人が知らない暗黙のルールがたくさん存在するんだよ。でも、日本では、そのルールがあるおかげで秩序が守られてるってこともお忘れなく。そんなわけで、今日は僕が実際に体験した日本に存在する暗黙のルールについて紹介するよ。日本に住もうと考えてる外国人のみんな、これを見て、マナーがなってない外国人にならないように気をつけよう。ああ、でも、ここで紹介するのは一般論であって絶対ではない。同じ日本人だとしても、それぞれ違う意見を持っていて、気にする人もいればしない人もいるから、そこは先に知っておいてほしい。日本に移住する人の多くは、仕事が理由だと思うんだ。だから、まずそこから始めよう。これは、多くの日本人がムカつくことだと思う。日本の会社では、チームで動くことが多い。特に、オフィス業務は、担当の業務が割り振られることが多い。それなりに勤めてると、休暇を取る時が来ると思う。特に、週末や祝日に休暇を付け足すことで、休みを長くしたりね。ここで外国人の一部は、同僚のことを考えず、自分のスケジュールだけで、勝手に長期休暇を取ってしまう。休みを取るって決めた日は、取るって考え方だから、休暇を取ると決めたのがいつだろうが、1週間休むって決めたら休むんだ。休む権利があるから、ってね。でも、日本では、そういうわけにいかない。日本では、同僚や会社と相談する必要がある。現在のプロジェクトの進行状況や、今後についてカバーできるかどうか、休みを取る前に確認するんだ。つまり、自分だけじゃなくて、同僚や会社を優先に考えるんだよ。でも、結構ギリギリで運営してる会社も多いから、休みが取れない状況になってしまうこともある。実際、休暇を取っていない同僚に負担がどっとかかることはよくあることだし、結局休暇を取れない人もいる。一口に休暇って言っても、チームに迷惑をかけて休みを取ってしまっているんだ。だから、みんなにお返しをしなくちゃならない。休暇中にカバーしてくれたチームのみんなに対して、僕がいなかった間に対応をしてくれてありがとうっていう感謝の気持ちを示すわけだ。その時はお土産って形でお返しをする。通常は休暇を過ごした場所で購入したギフトがいい。みんなでシェアできるようなお菓子やスナックが妥当だ。休暇が明けたら、これが休暇先で買ったちょっとしたものですってみんなに配るんだ。勝手に休みを取った上に、お土産も忘れたなんてことになったら同僚に嫌われてしまうからね。外国人の多くが知らないことといえば、日本では引っ越した時に近所へ挨拶をする習慣があるってことだ。ただこれは古い習慣で、若い世代の日本人はやってないって人も多いし、人口が多い東京や巨大なマンションでは近所へ挨拶をしない人が多い。この習慣は
人口が密集してない一軒家が多いエリアで必要だったりする。ご近所さんとよく顔を合わせるような場所だね。目的としては、ご近所さんに自分たちを知ってもらうためだ。挨拶と一緒にギフトも渡すんだけど、そのギフトは大したものじゃなくていい。お菓子とかタオルとかで500円から1000円くらいが相場みたいだ。日本人の家にお呼ばれしたりすることもあると思うんだ。日本の家に入るときは靴を脱ぐってことはすでに知ってると思うけど、正しい脱ぎ方があるんだ。もし日本人なのにそれをしなかったら、育ちが悪いとか親の教育がなってないと思われてしまうほどだから気をつけよう。まず靴を脱ぐんだけど、脱いだ靴をそのままにして上がっちゃダメだ。脱いだ靴を揃えてドアの向きに直す。そうした方が綺麗に見えるよね。スーパーに行くことがあるなら、これは絶対に知っておいた方がいい。日本では一度触った食品を戻すのは悪いマナーなんだ。特に肉コーナーや青果だ。まず、桃やキウイは押すと黒ずんでしまう。そんな商品は日本人の誰もが敬遠するし、買いたくない。だから、売り物にならなくなってしまうんだ。それから、他人が触った精肉商品を気にする文化がある。口に入るものだからね。他人の口に指を突っ込むような感覚なんだよ。こういう暗黙のルールって子供の頃に親から教わるものが多くて、大人になって誰かにルールを破ったと面と向かって言うこと自体ルール違反なんだ。難しいよな。だから日本人の友達からも教えてもらえないって思った方がいい。日本には数えきれないほどの食事マナーや箸のマナーがある。たくさんありすぎて紹介できないけど、これはやばいって思うマナーを一つ挙げさせてもらう。日本人が気持ち悪って思うことに箸を舐めるってことがあるんだ。まあ、食事も何もない時に箸を舐めるなんてことはないと思うけど、一番の問題は箸の使い方が苦手で、箸に美味しいご飯がたくさんついたままになっている時だ。箸をきれいにするのに、まず思うのは舐め取ればいいだろう。実際に箸のマナーでは、箸についたご飯の取り方は特にないんだ。だから、箸についたらどうしようもない。なぜなら、日本人が普通に箸で食事していても、箸にご飯が残っているところを見たことがない。じゃあ、どうやって箸にご飯をつけないんだっていうと、汁物を飲んでいる時に自然かつ密かにきれいにするんだよ。ともかく、箸をベロンと舐めるのは日本では NG だから、絶対に避けた方が良さそうだ。犬を飼うことになったら、散歩に行くよね。犬がうんこしたら片付けるってのは当たり前だけど、アメリカから来た僕にとって超衝撃的だったのは、日本ではおしっこもきれいにしていることだ。水を上からかけて洗い流してる。自分のところでも同じようにきれいにしてるって国はあるか？日本で友達を作ったら、いつか結婚式に呼ばれることも出てくると思うんだ。日本では結婚を祝うギフトとして物じゃなくてお金を渡すんだ。金額は3万円からだ。外国人が知っておくべきポイントは、金額は奇数で入れるってことなんだ。偶数だと半分にすることができるから、分割イコール離婚というイメージを連想してしまう。だから避けられているんだ。3万円、5万円、7万円という感じ。さらに重要なことは、使う札はピッカピカの新札であること。どれも同じお金じゃないかって思うけど、折り目があったり、くしゃくしゃの古い札を入れるのは、相手に対して失礼なんだ。新しい門出を祝うために、
新しいお札でお祝いをするものらしいよ。出産祝いや結婚祝いなど、何かしらのお祝いをもらったら、もらった金額の3割から5割の金額でお返しをするのが日本のしきたりなんだ。だから、お祝いをもらったらお返しを忘れてはいけない。日本では当たり前の習慣だから、お返しのためのギフトカタログってのも存在するくらいだ。今はウェブサイトだってある。お祝いをあげた側が好きなお返しを選べるんだ。正直、僕は面白い習慣だと思っている。なぜかというと、お返しをするために、もらったお祝いの値段を調べる必要があるから。お祝いとしてお金をもらえばパッとわかるけど、ギフトだったら調べるのに困るじゃない？お祝いをくれた人に聞くわけにもいかないし、どうやって調べるんだろう。最後に、日本にずっと住んでたら、ゆくゆくは、お葬式に呼ばれることがあるかもしれない。まあ、これには本当に驚かされたよ。黒い服を着るっていうのはわかるし、服装のルールが他の国よりも厳しいのも雰囲気でわかる。でも、日本の葬式でサングラスをかけるのは絶対に NG なんだ。アメリカでは、葬式でサングラスをして目を隠すのは一般的なことだ。でも、日本では絶対にやっちゃダメなんだ。この話題に対してたくさんのコメントが寄せられました。それではそのコメントの一部をご紹介します。靴の件はやりすぎじゃないかな。日本人は頑張りすぎです。これは全部わかります。日本の人たちは欧米に比べてとても思いやりがあるように感じます。ほとんどの項目に賛成ですが、お返しにプレゼントをするのは賛成できませんね。プレゼントを買えない人がいたらどうするの？日本人は外国人にハマっているんだよ。外国人に関する日本の番組を見てみるとわかるけど、日本文化は西洋文化の影響を受けて刻々と変化しているよね。少し情報が古いかな。お土産は禁止の会社も増えているし、休暇の考えも古い企業の考え方です。休む前に必ず上司に相談すること？そんなこと聞いたことないよ。私が学校で日本語を学んでいたとき、日本語の先生がマナーも教えてくれました。基本的にはフォーマルで、とても親切で、超礼儀正しいですよね。人がしているやり方が自分とは違うからといって、その人を嫌う理由にはならないと思う。人と違うことやユニークなことをする人を嫌うのは、彼らの文化の一部なのだろうか。日本では、郷にいれば郷に従えという。他の国に移住する場合は、自分の習慣を捨てて、その国の習慣に同化することだ。日本人のように振る舞えば、日本人に受け入れられると思います。私は最近、掃除や整理整頓など、よりクリーンな習慣を身につけるようになりました。日本人が外国人を嫌いになる理由。外国人は物を盗んだり、電車の中でバカなことをしたり、間違って誰かに迷惑をかけても謝らなかったりすることが多いからじゃない。私の国ではほとんどの人が贈り物へお返しをすることに対し誠意を感じないと思ってしまいます。私は日本が大好きです。でも過労死は正直悪夢のようです。仕事を休むことが悪いことだと思われているのは悲しいことです。日本は世界でも最高の規律ある国だと思います。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。文化の違いがもっと知りたいって思った人は高評価ボタンを押してください。また、
今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。